はい、来ました。こんばんは。いつもの通りやってきました。シニアバドミントンプレーヤー土井、バドミントンの40代シニア土井です。木曜日の夜22時、定期便やってきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい。ですね、今日は自分はですね、木曜日いつもゲーム練習の日になってるんですけど、今日はすごいゲーム練習が楽しくできて、ちょっといつもよりもなんかにこやかな笑顔で感じで今やってます。ゲーム練習の日がですね、今日たまたまミックスダブルスがずっと続いていて、で、ミックスダブルスがすごい楽しかったんですよね。ダンダブに比べると、先週の動画でもお伝えした通り、自分ダンダブよりもミックスの方が好きですっていうのをお伝えして、国さん、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません。いつも夜、こんな時間まで見ていただいて、国さん、ありがとうございます。いつも。すごいね、ありがとうございます。じゃあ、話続けていきますね。で、ダンダブよりミックスの方が好きですって話でやってて、今日たまたまそうやってミックスダブルスを2、3試合ぐらい続けてやれる機会があって、でミックスダブルスがやっぱ面白いんですよね。ダンダブに比べるといろいろ考えながらやる、ことがあって、で、いつもミックスってなかなかする機会がないからこそ、なんか新鮮で楽しいんですよね。で、それで今日ミックスしていて、いい感じで自分を出せたし、なんですかね、もちろん試合も勝てたし、ゲーム運びも良かったしってことで、なんかすごい今日楽しかったなって思う一日です。もちろんシングルもやってきました。後輩たちとシングル少ししながら、ミックスダブルスもしながらっていう感じで終わった今日の、ゲーム練習です。皆さんはどうでしょう。週の半ば、木曜日、ここから週末にかけてスタートするための、一区切りとして今日も40代、バドミントン40代シニアの土井の配信、聞いていただけたら、見ていただけたら幸いです。ありがとうございます。はい、ということで、先週の振り返りなんですけど、先週から今週にかけては、チャンネル登録者の方々が5人ですね、新たに5人加わっていただきました。ありがとうございます。世界シニアがやってる時とかが多分ね、あれなんですよね、バドミントンの40代シニアっていうタイトルがあるからこそ、なんか動画が回ってたのもあって、チャンネル登録数の再生数もめちゃくちゃ上がってたんですけど、世界シニア終わってからの、9月の半ば、9月の下旬から今にかけては、少し今、そういう動きが落ち着いてる感じですね。それでも、登録者数が減らなく、むしろ増えていったっていう流れは、とても嬉しい限りです。ありがとうございます。新たに加わった皆様方、これ見ていただいて、お互いが励みになるようなチャンネルにしていけたらと思ってます。自分は自分で頑張る動画を上げていきます。で、それを見ていただいてコメント、いいね、チャンネル登録、高評価していただけると、すごいモチベーションも上がってくるから頑張っていきます。今少しそういう再生回数とかチャンネル登録が少し落ち着いてきた感じがあるので、若干今YouTube の編集とかもちょっと滞ってるっていうのは正直なところなんですけど、これからまた全日本シニアに向かって頑張っていきたいと思います。はい。ということで、今日のお酒なんですけども、今ちょっと飲んでるのは飲んでるんですけど、これじゃなくって、こっちです。今日のお酒は、ハイネケンの小瓶ですね。先月、グアムに行った時に、小瓶をラッパ飲みして飲むっていう文化に触れて、この飲み方いいなって飲んでみたらやっぱ美味しいんですよね、このまま。で、これはぜひ日本に帰ってもやりたいなって思って、でそれで、買ってみました。近所のスーパーのサンリブで売ってます。で、つまみは、今日は健康を気にしてるわけでもないんですけど、いつもよく食べてるですね、ミックスナッツとチーズになります。こちらです。をつまみにしながら、今からずっと3、40分ぐらいですかね、いつもの感じで、語っていきたいと思います。開くかな、これ。ちょっと待てよ。やべえな。いけるか、これで。じゃあ、とりあえずちょっと開けていきますね。よいしょ。はい、ということで、週の半ばです。一旦今週
頑張っていったと思います。皆さん、自分も頑張りました。そんな労をねぎらって乾杯していきましょう。ということで、乾杯。やっぱアルコール度数はちょっと他の日本のビールとかと一緒なんですけど、やっぱ感覚が少しなんかライトな感じがしていいですよね。このライト感がやっぱこういうビールの自分は好きなところですね。なんかグビグビいけて美味しいです。はい、ということで、今日はこんな感じです。見えますか？今日の、配信の内容はこんな感じです。1個目、全日本シニアの目標です。11月の下旬にある全日本シニアですね、今年の自分の最後の大勝負の、目標に対して少しお話ししていきます。で、その流れでおすすめってことで、目標を達成するために、バドミントンに至っての話ですけどね、バドミントンに至っての話で目標を達成するために、これをやっといた方が絶対にいいよっていうことを自分は伝えていきたいと思います。これは本当やっていった方がいい。自分もやってってよかったっていうのがあります。でそれをお伝えしていって、ぜひ見ている方々のなんか一つ見てよかったなって思えるようなものにしていきたいなっていうふうに思ってます。で、最後にいつもの通り、今週の動画はこんなやつを配信していきますっていうのをお送りしていきますので、ぜひ最後まで、ご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい。ということで、1個目ですね。全日本シニアの目標になります。今年の全日本シニアの目標。さあ、どうなんでしょうということで、結論からズバリ言うと、全日本シニア目標、今回はベスト16まで行くということが自分の目標になってます。はい。ベスト16っていうところが結構微妙な、その目標って一体何なんだっていう目標な感じですよね。優勝とか、3位とか準優勝とかそういう感じじゃなくて、もうベスト16っていう、なんかスレスレのところになるんですけど、ベスト16っていうのは、どんだけ価値があるのかっていうのを説明していきますね。ベスト16以前に全日本シニアの出場者数っていうのを見ていくと、大体どのカテゴリーもシングルスの男子のシングルスで言えば120前後ぐらいじゃないかな、120人前後ぐらいじゃないかなっていう参加の方々がいる感じです。30代とかってもっといるのかな。もう30代から5、60代ぐらいまではなんかそんな雰囲気ですね。で、やっぱ年齢が上に上がるにつれて、60代から上ぐらいから少しずつ減っていってるのかなっていう印象です。だいたい120前後ぐらい。去年もだし、中止前の、コロナの中止前の2019年とかも確かそのぐらいだったと思います。で、それで完全トーナメント戦でやっていく試合なので、1回勝ったら、ベスト6、64ぐらいなんですよね。120引くの2分の1になるから。で、2回勝ってベスト32ぐらいになるんですよ。で3回勝ったらベスト16ぐらいの確か感じだったかなと思います。で、自分は今まで2019年にベスト32に入れたのが最高と。で、ベスト32に入れた、得点っていうか、入れたメリットっていうのはあって、ベスト32に、全日本シニアでベスト32に入ると、審判の資格、じゃなくて審判じゃない、コーチの資格取るときとかに、ちょっと優遇されるところがあるんです。これ、僕ちょっと豆知識覚えておいた方がいいですよ。コーチの資格取る人は覚えておいてください。バドミントンコーチ1っていうところから4っていうところまでの4段階コーチの資格があるんですよ。で、自分は今1持ってますと。で、1持ってて、そこから段階踏んで2、3、4っていくらしいんですけど、ツナカンさん、お疲れ様です。お疲れ様です。いつもすみません。国広さん、そしてツナカンさん、いつもありがとうございます。見ていただいて。今週来なかったですね、練習。また、来てください。そして、このコーチの話、ちょうどそう、ツナカンさんにもちょっとつながるかもしれないので、よかったら聞いておいてください。で、コーチの資格が1、2、3、4ってあって、コーチ1からだいたい順を踏んでいくんですけど、全日本のシニアに限らず、全日本全国大会系のやつで、ベスト32に入ってたら、コーチ2を飛び越えてコーチ3が受けれるっていう特典があるんですよ。
そう。で、これ結構でかいんですよね。2から3に飛び越えて受けれる。で、3もで受けたら、もちろん試験もあると思うけど、受かり、受かるかなっていうところです。なんか自分とかはその3の資格が必要かどうかはちょっと微妙なんですけど、これから本当海外青年協力隊に行こうとかってなったら、結構3の資格が必須だったりするので、これは取れるならもう取っといた方がいいのかなっていう感じで今考えているところです。で、そういうこうなんかね、ベスト32に入ったらそういう得点がこう出てくるって感じなんですよ。で、なんで今回こうベスト16に設定してるかっていうと、前回が2019年、前々回か、2019年でベスト32に入ったから、その1個上を狙うっていうのは必然かなっていうのが一つ。で、これ後の目標達成のためにっていうところにも出てくるんですけど、前回、去年ですね、1回戦、2回戦負けて、2回戦負けしたけど、そこからずっとこう試合を追って見ていったときに、今の実力、自分の現状のレベルとどこまでいけるかっていうのをこう見ていって、簡単にこう分析って言ったら言い過ぎだけど、見ていった中でいくと、よく頑張ったら、本当にこう何もかもは加味してうまくいけたら、ベスト16はいけそうっていう。その何もかもで、なんかそのくじ運とか、くじとか組み合わせ運とかもあるし、その時のコンディションとか、なんかこうそういうのも加味していって、何もかもがうまくいった時に、ベスト16までは最高いけそうな雰囲気があるなっていうのを感じ取ったところがあって、ベスト16。で、3つ目の理由が、ベスト16に入れると、来年の全日本シニアでシード権がもらえます。ベスト16シードまでも中に入れますっていうことで、ちょっと組み合わせが良くなるんですよね。で、組み合わせが良くなると、何が良くなるかっていうと、来年2024年の全日本シニアで16シードの中から始められると。で、うまくそこでベスト8に入れたならば、2025年に開催されるみたいなんですけど、世界シニア、ニュージーランドであるとかなんとかっていうのをなんかつぶやいてる方が多かったですけど、2025年にニュージーランドである世界シニアの出場権が得られるんじゃないかと。確か世界シニア出るのは全日本シニアベスト8以上っていうのが今年のこう世界シニア出た人たちの基準だったみたいだったんで、っていうところにつながっていけるのかなっていうところで、まずは今年は全日本シニアベスト16をシングルスで、行くことが目標ということでやっていきたいと、そんなふうに思ってますと。そうなんです。なんですけど、ちょっとここで今一つネックなことがあるんですよ。何がネックかっていうと、全日本シニアの申し込み順っていうのが、この福岡県では、福岡県社会人での結果で行くみたいなんですね、どうもですね、多分確実に聞いた話じゃないけど。で、今回の全日本シニアの参加者名簿っていうのを公開されてるんで、今、ホームページの方で、全日本シニアのホームページの方で公開されてるんで、見ていくと、今回自分は、福岡県社会人の方では、第一シードでありながら、こういうなんです小山からスタートしていって、ここ、第一シードやったらこういう感じで、ここやってて。で、もろもろ、もう、ガチの1回戦負けじゃなかったのはもう幸いやったんですけど、それでもこう、一発目でこう負けたってところがあって、申し込み順でいけば、見方でいくと多分6番目ぐらいです。多分8人ぐらい40代シングルス申し込んでて、その中で6人申し込んで、その6人目ぐらいだったです、確か。だから多分ね、組み合わせ順がそんだけの、ランクが6位で申し込まれてるから、ちょっとね、組み合わせどこに入れられてるのかがね、微妙なところですね。怖いところなんですよ、これが。難しいところです。組み合わせ、ランクがちょっと下で申し込まれているので、ベスト16行きたいってなっても、その前にどっかのシード選手とガチでポンって当たったりするところになったりとかっていうのもあり得る話になってくると。ちょっと厳しい戦いが予想されるかなっていうところでの今調整している感じです。で、全日本シニアの組み合わせなんですよね。全日本シニアの組み合わせが、ホームページで昨日か一昨日ぐらいに公開されてましたね。10月の10日に組み合わせタイムテーブルは発表しますっていう予告を全日本シニアのホームページの方でされてました。全日本シニア出る人見てますかね？どうですかね？そうなんですよ。11月10日らしいです。だから来週のこの配信の時には多分、
この時に組み合わせができましたとかいう話で、組み合わせを見て、今自分はどうだろうっていうところを、多分語っていくんだろうなっていう予想を、しているところです。はい。全日本シニアの目標は、なので、ベスト16。そして来週のこの配信では、組み合わせが決まってるから、そのベスト16っていうのは、組み合わせ上からどういけるかっていうところをまたお伝えしていけるところになるのかなっていうふうに思ってます。本当難しいですよね。でもトーナメント一発の試合っていうのは面白い。ね、生きるか死ぬかじゃないけども、もうね、試合で勝つか負けるかっていうのが、このトーナメント一発の最初1試合でこう終わるか、生きるかっていうのが決まってくるっていうのは、とても面白いなって思ってます。全日本シニアに出る他の皆さんはどうでしょうかね。また来週でここでそういう報告していけたらいいかなと思います。はい。ということです。まず、それで、全日本シニアの一発目目標はベスト16ですというところまでお伝えしてきました。一旦ちょっと酒飲みます。やっぱいいっすね。なんかスイスイいくっすよね。これうまい。ハイネケン。でなんですね。ここから2つ目なんですよ。おすすめ。2つ目です。目標達成のためにやるべき一つのことってことで、これは結構自分がコーチングするときとかにも伝えることになってます。おすすめなのでぜひ聞いていただけたらと思ってます。で、そんなかしこまった話でもないんですけどね。目標達成のためにやるべき一つのこと、バドミントンにおいて、大会の目標が多分皆さんあると思いますね。この大会に出てこうなりたい。この大会でこういう結果を残したい。きっと皆さんあると思います。もちろんない人もいるかもしれないけども、でも目標を持って取り組むっていうことは、こういう感じだよってことでお聞きしたらいいと思います。で、大会の目標があって、それに対して、例えば優勝がしたい、準優勝がしたいとかいう方は、絶対にこれやっといた方がいいですよっていうのが1個あります。で、それが何かっていうと、その試合を最後まで見ようです。結論。結論それです。その試合、最後まで見よう。だけど、これやってない人意外に多いんですよ。で、ちょっと自分の体験談の話からまず進めていきますね。で自分がこれを押していく背景っていうのは、やっぱ自分もこれやってよくて、そして結果が出てきだしたからっていうのがあるんですよ。だからぜひやるべきかなと思います。ちょっと自分の話です。自分の福岡県社会人選手権に、年代別の30代の部で出らっしゃる方、30代半ばぐらいから本格的に毎年毎年出れるキャラになってきていて、やっぱ最初出始めた頃はやっぱ一発目1回戦で負けたりっていうのはあったわけなんですよ。1回戦目で負けたりしていくけど、なんだろう、組み合わせ以下ではもうちょっとやれるんじゃないかなとかっていう感覚だったりとか、いや、決勝までじゃないけど、もう少し上に勝ち上がれるんじゃないかっていうのを思いをふつふつしながら、30代の半ばらへん、福岡県社会人出ながら感じたところです。で、そこで、試合を最初から最後まで一回ちゃんと見てみようと。で、そうしていくと、良かったのが、勝ち上がっていく中での登場人物っていうのがやっぱ分かってくるっていう。こういう人たちが出るんだなとか、こういう人たちが勝ち上がっていくんだな、こういうレベルの人が勝ち上がっていくんだなと分かってきたこと。で、自分が例えば1回戦で負けたら、その自分に勝った相手が勝ち上がっていく道筋とか、逆に自分に勝った相手が、どっかのタイミングで負けるタイミングとかって見えるんですよね。だから負けるタイミングを見れると、その人にはそうやってやったら勝てるんだなっていう答え合わせができたりもするんですよ。その相手が勝つにせよ負けるにせよ、その自分に勝った相手がどういうふうに最後までいくんだろうと見れるところも、自分がじゃあここまでいけるのかなっていう目安にもついたりするのはすごい良かったところ。で、その種目をですね、自分がその時だって30代のシングルスとか35歳代のシングルスとかで勝てなかった時期だけど、35歳代、30代のシングルスに出る人たちっていうのは、こういう登場人物がいるんだなっていうのを
こう客観的にこう見ていけるっていうのももちろん良かったかと。で、トータルでその大会で優勝したいとか、どうなりたいとかって言ったら、その登場人物を知らないと、知ることで自分のプレーをどうするとか、自分はこれからどう練習するっていうのが見えてくるとか、こう思うところがあるわけですよ。で、そんなのが分かると、これからの練習にもやっぱ生きてくるんですよね。それはすごいなんかね、良かったところの一つかなっていうふうに思います。大会って、こう、物語みたいなもんで、会場入りする朝一って会場入りして、で、最後までがこう大会っていうふうに捉えていって、で、最後の最後までこう試合を見ていく中で、分かることっていうのがたくさんあるんですよね。で、伝えたいところがそういうところで、大会の参加料が例えばこう全日本シニアだったら5000円、確か1種目かかるんですけど、で5000円の種目っていうのが、単純にこう自分が試合をする回数でカウントすると、1試合で、じゃあ例えば1回戦負けしたら5000円かかるのとか言ったら、高いよねみたいな話になるんですよね。1試合5000円とかって言われたりするんですけど、じゃなくって、大会の参加料っていうのは大会の運営にかかるそもそものお金に全部使われてるわけだから、最初から最後までトータルで大会を楽しんでなんぼって、見てなんぼ、学んでなんぼっていうふうに考えていくと、最初から最後まで会場にいた方が絶対にいろいろな意味で勉強になるし、刺激もあるし、楽しいし、でそういう感覚でいた方が伸びる、自分の目標達成もできるよっていうところを伝えたいところです。なんで、なんかよくありますよね。なんか、試合が、もう自分の試合が終わったらもうすぐ帰るとかいう場面もあると思うし、だから試合が始まる直前に来る人とかも中にいたりはすると思うんですけど、じゃなくて、試合始める前にも、実は試合前の準備っていうのも試合の一つになっているので、ここでいかに準備をうまくできるかで、スタートダッシュが違うし、でもし負けても負けた後で情報量がたくさんあるから、その情報を得るためにずっと最後までいることで得て、次回に結びつくっていうところにもなってくるんですよ。そんなところをね、なんかもっとなんか気づいてもらえるといいなっていう人が多いかなってなんか見てて思いますね。なんかね。実際やっぱ試合って動画で見るだけで試合をなんか分かったとか、なんか世界例えば世界アジア大会あってるから、アジア大会を見て、なんか見ただけでなんか満足するところもあると思うけど、実際やっぱ行ってみるのと動画で見るのと全然違うと思うんですよ。で、それも自分の目標を叶えるためには、実際にその大会に出て自分が試合をするだけじゃなくって負けても最後まで見ていってその自分がその大会で優勝したいならその優勝するまでの物語を一旦最後まで見ろと最後まで見るでそして自分は来年以降で、できれば来年か次の年ぐらいで最後までこの物語の主人公で終わるイメージを持つそしたらどういう練習が必要なのかなっていうのが分かってくるとか、こんな感じになるのかなって思います。これが目標達成のためにやるべき一つのことかなっていうのは、なんかバドミントン的に言えばですね、思うところです。ありますね。試合で負けて、一発目で負けた、二発目で負けて悔しいから、ちょっと練習しに行きますとかいう人もいるんですけど、練習はぶっちゃけいつでもできるんですよ、そんなの。いや、練習はやろうと思えば別に今日じゃなくてもいいだろうと。で、今日やるべきことは何なのかってなると、せっかく試合に出てて、いろんな人が普段会わない人、いろんな人たちが来てる中で、そのいろんな人たちのプレーを見ることで、いろんな人たちが来てるから、話を聞くこととか、話して交流することとか、すごい情報を得られるし、学べるしみたいな中にいるので、その練習するって選択肢は自分は省いた方がいいのかなって思いますね。なんかその日もうバドミントンの試合で開けてるんだ、その日一日スケジュール開けてるんだったら、もうそこに
せっかくの、もう言ってみたらパーティーみたいなもんですね。お祭りとかイベントとかパーティーとかと同じ感覚ですよ、大会って。で、そこを同じ感覚、そんなんと同じ感覚だから、じゃあなんか、もう終わったらすぐ帰るかって、なんか自分も満足したら帰るかっていうよりも、やっぱり祭りもイベントもパーティーも最後まで行ってフィナーレがあって、フィナーレを楽しんで帰るぐらいの方がやっぱり面白いもんで、そんな感じをぜひこのバドミントンの大会でも取り入れてもらえると、目標達成がしやすいと思います。で、自分は実際、県社会人で、30代半ばから出始めていた福岡県社会人。最初の頃はやっぱなかなか勝てないけど、いや、これは絶対俺いけるっていう、なんかわけわかんないちょっと自信があったもんで、絶対にやり続けたらいけるみたいな自信があって、で、それはやっぱまあ最後まで見てたからですね。で、あって、それから、歯車が噛み合った2018年の時に、めちゃくちゃボロボロになりながら勝ち上がっていって、準優勝したっていうところからがスタートで、そこからが2018、19で中止の昨年、一昨年で優勝して、で今回はちょっと1回戦負けしちゃったけど、でもそういう流れなんですよ。で僕見てたからいけるっていうのもあったし、2018年初めてこう決勝戦に上がった時も、いやいやいや、ここで負けるのか、いやいやいやみたいなこう葛藤しながら1回戦目、ファイナルゲームで勝ち、2回戦目、準決勝も足つりながらファイナルゲームで勝ちっていう、こうなんか苦しい時にも、そういうなんかイメージがあったから、やれる、どこかでやれるっていう思いがあって、心折れずにやっていって、決勝戦まで勝ち上がれたってところです。ちょっとなんかこの辺の話がくどくなってあれなんですけど、なんかまあ酔っ払ってるし、くどくなってあれなんですけど、今ふと思ったんですね。やっぱり見てる決勝戦までの試合の流れを見てなかった場合っていうのは、イメージがやっぱないから、とりあえず目の前の勝ち、まあ、優勝したいとかいう思いがあっても、その先々ってどういうふうなこうストーリー性があるんだろうっていうのがやっぱイメージがないから、多分こう勝ち上がるのって難しいと思うんですよ。イメージがないから、1回勝ってちょっともう満足するとか、まだ1発目勝った、2回目ある、2回戦目あるの、3回戦目あるのっていう中で、何が、どんな風なことが起こるかも、まあ、見てる人に比べたら情報がないから分かんないと、不安でっていうか、まあ、心折れやすいかなって思います。実際勝ち上がっていったら、お互いやっぱきつい中で試合してるっていうところとかも、勝ち上がるからこそ、もともと試合を見てたからこそ分かったりするけど、試合見てない人とかだったら、勝ち上がった人たち、例えば名前だけ見て、ああ、ちょっとやばいな、負けるなとかって思ったりするんかなとかって思ったりするんですよね。じゃなくて、やっぱり見ておくと、勝ち上がって自分がきつい状態になっても、きっと多分相手もさっきの試合きつかったしとかいう想像もできるしって、なんか思ったりする。なんか、ちょっと今日いつもよりも、なんか9時までのゲーム練習がハイテンション、楽しくてハイテンションすぎて、ちょっといつもよりも勉強になります。中さん勉強になります。伝わりますこれで。なんか、いつもより少し酔っ払い感が強いから、こんな説明で伝わるのかなって思いながら、ちょっとお伝えしたところです。でも本当今まあ自分の県社会人のって話になったけど、これ多分、全国に出る人とかは、もう結構意識して見てる人多いと思うけど、まあ、逆に地域のプレイヤーの方とかは、特に見た方がいいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。そういう意識づけがあった方がいいと思う。始めたばっかりとか、まだ初級者、中級者ぐらいの方とかだったら、まあ、そういうところってやっぱ分かんないですね。終わったらじゃあ帰ろうぜみたいな感じになると思うし、周りの雰囲気にもあったりとかして、見ててもしょうがねえしとかって、暇だしとかってなるかもしれないけど、だからこそ、そういうところで差をつけられるんじゃないのかなって思います。これが本当おすすめのなんか一つ伝えておきたい目標達成のためにやるべきことです。なんかもうちょっとこれも伝えきれてないなっていうのもあったりするんですけど、またそれもよかったら伝えていきます。お願いします。
はい。ということで、この2つ目ですね、目標達成のためにやるべき1つのことは、自分の目標とする試合、大会に関しては、負けても最後までまずは見て、その物語を、大会っていう物語を最後まで見て、自分のイメージを膨らませて、目標達成につなげていこうっていうところです。で、それが自分はそれでうまくいって、福岡県で1位、2位になったりすることができましたっていうことです。はい。全日本シニアもちなみに去年も見ましたね。1日目、ベスト4が決まるまではやっぱり見ました。で、それがあったからこそ、今年の目標16っていうのを設定できているってことです。見ていって、自分の福岡県、同じ福岡県の人たちが、あ、こういう勝ち上がり方してるとか、この辺で負けてる、この辺で勝ってるとか見ながら、で、自分に勝った相手がどこまで勝ち上がってるのかっていうのをずっとこう見ていって、ベスト4、1日目っていうか、シングルスの1日目が終わるベスト4決めまでのところをずっと見ていった中で、あ、自分はこれベスト、次出た時の目標は全日本シニア16だなっていうところがこう見定めれたところになります。大切です。見ましょう。まあ、それで今度の、今年の全日本シニアを自分で一発目で負けましたとか言ったらどうしようもないけど、いやでも絶対にはマイナスにはならない。絶対プラス、これは絶対マイナスとかゼロってならない。プラスに絶対作用することしかないから、絶対に見てください。おすすめです。あ、いただきました。松さん。T シャツ当たったものです。久しぶりに見させてもらいました。ありがとうございます。松さん、ありがとうございます。送りました。届きましたかね？ T シャツ、先週の火曜日に発送しました。ちょっとね、生地がこう、やわやわな感じで、こう、つるっとしてるところで、なんかの、まあ、いい意味で言うと、こう、そういうなんか、いや、届いてます。ありがとうございます。いい意味で言うと、柔らかい生地で、なんか着心地いいな。少し悪い意味で言うと、ちょっとこれなんか、もしかしたら安物っぽくねえかな、みたいなところもあったりしたんですけど、まあ、ぜひ、着てください。一度練習できました。よかったです、よかったです。どんな感じですかね。一度練習できました。自分なんかちなみにもうちょっと紐がなんかほつれ出したところがあったりはするけど、ちょっとテロテロ感ありですね。そうそうね、やっぱり。テロテロ感。なんかこう袖の辺とかこうピロピロしてる感じがするけど、まあそれはしゃあないってことで、お許しください。はい。じゃあ3つ目いきましょう。今週の土曜日に上げる動画の話になります。はい。で今日、まあその前にちょっと今日ライブ今見てくださってる方々が、大体10人まで今回いかないですね。7人でずっと7人、8人かなぐらいをずっとこうマックスでいってる感じです。でもなんかね、聞いてると結構ライブ見てる方多いんだなっていうことと、まあ、7人ってずっと7人の人が同じ人がずっと見てるよりも、出て入って出て入って出て入ってって感じで、なんだたちがこう出入りしながら見てるっていう雰囲気っぽいです。見てたら。で、まあもしよかったらなんですけど、なんだろう、チャットで、なんか、そうそう、チャットでこういうなんかマークとか送れるんですよね。こういうハートマークとか。今送ってみたけど、来たのかな。これかな。リアクション。そう。で、こういうね、リアクションとか、もしよかったら、今見てる、15人、今15人も見てるの？あれ初だな、15人も見てる人で。もしよかったら、どんな人見てるのかなっていう、別に、こんにちはとか入れなくてもいいので、なんかこういうやつですね。違う。なんかこういうやつでも送ってもらえると、なるほど、この方、今日も来てくれたんでありがとうとかっていう、なんかこう、そういう感謝の気持ちがさらにこう芽生える感じがするので、よかったら、これなんだこれ、絵文字じゃないけど、なんだ、そういうやつですね。送ってもらえると、ありがたいかなっていうふうに思ってます。よろしくお願いします。なんか急激に一気になんか15人とか増えたけど、びっくりだな。今減った、10人、9人ですかね。じゃあちょっと続けますね。今週の動画です。今週の動画は何をお伝えするかっていうと、ちょうど今飲んでるこのハイネケン、グアムに行ってきて、帰ってきたその次の日、グアムに行って帰ってきたその日は、福岡の博多でホテル取って一泊して、その次の日に、
鹿児島まで行ってきたんですよ。もうパッと、日帰りでパパッと行って。で、鹿児島に行って、だいぶ前の動画で出した500回達成記念ってことで、YouTube チャンネル登録者さんに会いに行きますっていう動画を告知をしました。で、どなたかいたらぜひ手を挙げてくださいって言って、一番最初に手を挙げてくださった鹿児島県の方のところに行ってきました。で、そこで、やり取りしながら、シングルスのゲームを最終的には3ゲームじゃないな、2時間やったんで、3ゲーム休憩挟んで、さらに3ゲームぐらい、6ゲームぐらいのやつをしたんです。で、プラス練習ちょこっとして。で、そういう動画をお伝えします。で、これ本当やってよかったなって思うのが、自分のチャンネル登録者さんってどんな方がいるんだろうっていうのを知ることができたことが何よりも嬉しかったですね。地元にいたら地元の方々が、いろんな方が登録してますとかって言ってもらえるのはすごい嬉しい限りなんですよ。で、昨日もちょっとイレギュラーなことがあって、ちょっとその練習休みになったから、他のところ、いつも行かないところに行ったら、行かないところでも、土井さんチャンネル登録してますよとか、この動画面白かったし、この BGM いいですねとかって、そういう話もしていただいたりとか、すごい嬉しいお話いただいてたんですけど、地元の人はこの土井っていうのを知ってるから登録してるっていう感じだったんですよね。感じの人が多いと思うんですよ。土井さんね、あの人ね、みたいな感じで登録してる人多いと思うんですけど、地元じゃない人はどんな人が登録してるんだろうっていうのがすごい気になってたところがあったんです。土井をそもそも知らない中で動画を見て、登録しようかなって言ってくれ、登録してくれた方々、どんな方が登録してるんだろうっていうのが気になってたところもあって、会いに行ったんです。で、行った先で会った方が、やっぱ同世代の方なんだな、同世代の男子なんだなっていうのもそうだったし、自分はバドミントン毎日、ね、生活の一部っていうか、仕事としてもバドミントンしてるし、朝から晩まで夜まで自分の練習もしたりもしてるし、バドミントンばっかりできてる。で、そんなところに話になると、憧れてるっていうか、そんだけバドミントンプレーを邁進できてる自分を見て、羨ましいなとかいいなとか、俺もちょっと頑張ろうかなっていうふうに思った方とかが見ていただいてるんだなっていうのを知ることができたっていうところがとても大きかったです。その方、お子さんがバドミントンしてるとか、からお子さんのバドミントンのクラブのコーチとか手伝いとかをしたりとか、で仕事がやっぱり忙しいからとかで、なかなか自分のバドミントンがしにくいっていう環境の中で、でもやっぱ頑張りたい、一生懸命やりたい、でもそういう日々の、なかなかバドミントンの時間が割けないっていうジレンマの中で、何か多分自分のチャンネルを見て、で、少しモチベーションを上げていけたらっていうふうに思ってるんだろうなっていう方でした。で、今までもコメントを見てる方々と、こうやってライブを見ていただいている方々とかも見ていくと、なんかそういうお声をいただいている方々もやっぱ多いなっていうのがあって、そういうのを感じると、チャンネル登録数、577人って、まだまだそんな大きいチャンネルではないにせよ、やってる意義があったり、意義があったり、価値はあるなっていうふうに思って、これからもだからもう発信できるようにやっていこうは、自分は思ったところでしたね。本当にいい出会いになりましたし、自分これから頑張っていこうっていうふうに思えた動画に、出会いになりました。で、そんな方との、シングルス対決をした、鹿児島県まで行って、シングルをしたっていう動画になります。ので、ぜひ、あさってですね、あさってのいつもの9時半から動画をお届けしていこうと思ってますので、ぜひぜひ最後まで見てください。お願いします。はい。ということで、一応いつもの通りですね、30分からだいたい40分ちょいぐらいまでの動画、今日もいい感じで40分ぐらいになりました。なんかね、自分の YouTube の師匠から言わせると、いや、40分とか少ねえよとか、2時間ぐらいライブしなさいよとかって、先週言われたんですけど、
2時間ライブはさすがに夜中の12時まですんのかっていうふうになるので、まだまだそこまで慣れない。今日は一応この辺でしとこうかなというふうに思っています。来週が楽しみですね。全日本シニアの組み合わせが決まります。今年1年の総決算、どういう風になっていくのが楽しみで仕方がないですね。皆さんも、こういうドキドキすることあった方が気持ち若くなれるし、楽しいことあった方がいいですよ。なんでおかしいな。楽しく、そうですね、チャレンジして頑張っていきましょう。ということで、今日は一応ここまでになります。今週、金曜日、週末、これから週末迎えます。今週が試合の方ももしかしたらいるかもですよね。だし、今週末にまだまだ練習がある人もいると思います。いろんな人がいると思います。良い週末になることを祈って、最後皆さんで乾杯して終わりたいと思います。今日までした。そして皆さん方にとって良い週末になるように祈って終わります。では、乾杯。はい。ということで、今日は終わりになります。どうも最後までありがとうございました。ありがとうございました。